どうもどうも、ずんだもんです。今日はね、アフリカ大陸の真珠、タンザニアについてお届けするのだ。実は、タンザニアには、なんとキリンが泳ぐ川があるらしいのだ。へえ、信じられないでしょ。そんな神秘的なタンザニアから、今日は3つのニュースをえりすぐって紹介するのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。CCM 党内で4分室。民主主義か2030年大統領選か幹部が批判という記事なのだ。タンザニアの与党 CCM で今ものすごい動きが起こっているのだ。もっと開かれた改革をって声が大きくなっているんだけど、それが本当に党内の民主主義のためなのか、それとも2030年の大統領選を睨んだ駆け引きなのか、もう目が離せない展開になっているのだ。ジョセファットグワジマ氏やハンフリー、ポレポレ氏といった大物政治家も巻き込んだ大騒動。一体何が起こっているのか、一緒に見ていくのだ。皆さん、タンザニアをご紹介するのだ。東アフリカに位置し、首都はドドマ、経済の中心はダルエスサラームなのだ。ドイツやイギリスの支配を経て、ザンジバルと合併し今の国になったのだ。現在は民主主義体制で、約6000万人が暮らしているのだ。セレンゲティやキリマンジャロ、ザンジバルなどの壮大な自然が魅力で、観光業が盛んなのだ。農業や工業も主要産業で、人々は親しみやすいスワヒリ文化を持っているのだ。壮大な自然保護にも力を入れている、魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。CCM 党内で4分室。民主主義か2030年大統領選か幹部が批判という記事なのだ。タンザニアの与党 CCM で今もっと開かれた改革をって声が大きくなっているのだ。でもね、これが本当に党内の民主主義のためなのか、それとも2030年の大統領選を狙った駆け引きなのか、議論になっているのだ。ジョセファットグワジマ氏やハンフリー、ポレポレ氏みたいな有力メンバーが党のやり方を批判して改革を求めているのだ。特にポレポレ氏は大使を辞めてまで党の候補者選びが公正じゃないって訴えているのだ。でも党の幹部からは一部の人が個人的な野心のために党を分裂させようとしているって批判も出ているのだ。党の結束が大事だって言っているのだ。政治の専門家たちは今回の議論が公になっているのが珍しいって見ているのだ。ポレポレ氏の昔の立場と今の発言の矛盾を指摘する声もあるし、若い世代が発言しやすくなっているっていう意見もあるのだ。結局、CCM は党内の対話をどう扱うか、バランスを取るのがとっても大切になっているのだ。これは民主主義の未来に関わる、とっても大事な動きなのだ。2つ目のニュースなのだ。タンザニア高等教育、先行偏りが目標達成の課題に、という記事なのだ。タンザニアの大学では、男女の専攻に大きな偏りがあるのだ。女性は社会科学、医療、教育分野に多く、男性は工学、物理科学、テクノロジー系を選ぶ傾向が強いのだ。特に工学では、男性が女性の3倍以上いるのだ。政府は科学技術、STEM、分野を国の発展に不可欠だと重視しているのに、この男女差は将来の労働力に不均衡をもたらす可能性があるのだ。専門家は、こうした偏りは社会的な期待や、幼い頃からの科学教育への接点の少なさ、安定した職を求める労働市場の認識に根ざしていると指摘するのだ。このままでは、ソフトスキル分野の卒業生が過剰になり、将来の産業に必要な技術専門家が不足するかもしれないのだ。これは、タンザニアがデジタル変革を進め、グローバル市場で競争する上で障害となる可能性があるのだ。この不均衡を解消するには、女の子向けの STEM 教育を早期から強化したり、性別による固定観念を打ち破る取り組みが必要なのだ。奨学金制度なども活用して、より多様な分野に学生が進むように促し、
高等教育が国の発展を後押しできるよう変わっていくことが大切だと考えられているのだ。より包括的でイノベーション指導の経済を目指すべきなのだ。3つ目のニュースなのだ。専門家、ビジョン2050成長へ PPP モデル支持という記事なのだ。タンザニアは2050年までに経済規模を1兆ドルにする目標を掲げているのだ。現在800億ドルだから、そのためには PPP、つまり官民パートナーシップがすごく重要だと専門家が言っているのだ。従来の税金や国の借金だけではこの大きな成長は難しいのだ。PPP を成功させるには、政府がしっかり準備して、民間が積極的に関わり、国民みんなが信頼することが大切だと、カフリラさんが強調しているのだ。PPP は民間から資金を集めてインフラを作ったり、政府の負担を減らして人材育成に力を入れたりするのに役立つのだ。また、ヨハナ博士は、民間が安心して投資できるように、安定した政策や、税金の優遇が必要だと提言しているのだ。特に農業では、韓国のように国と民間が協力して、生産から加工、輸出まで結びつけるのが大切って言っているのだ。ルテーンガの博士も、税金や援助だけに頼らず、開発債のような新しい方法で民間から資金を集めるべきだと考えているのだ。農業は特に大きな可能性を秘めているから、PPP で近代化を進めることで雇用も増えて経済が活性化するのだ。まとめると、タンザニアが未来の目標を達成するには、国と民間が協力して新しい考え方で関係を築くことが何よりも重要なのだ。タンザニアは壮大な自然と親しみやすい文化を持つ魅力的な国なのだ。民主主義の議論や教育の偏りといった課題もあるけど、官民連携で未来の大きな目標を目指しているのだ。タンザニアがもっと発展して魅力あふれる国であり続けることを応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。